こんばんは、クリミナルです。今回は日本で起きたある事件をご紹介します。2009年6月中旬、とある川の護岸から1メートル離れた浅瀬で、男子高校生、湊くんの遺体が発見された。身元は湊くんが所持していた定期券からすぐに判明した。湊くんは白いカッターシャツに黒いズボンを履いており、左側の頭部が陥没していた。バットか何かで激しく殴打されたようだ。これは明らかに他殺であり、後日行われた司法解剖で死因は脳挫傷と判明した。湊くんの左眼球は潰れており、右目は見開いていた。左側の頭部を中心に殴打されていたことから、犯人は右利きとみられた。また、湊くんが所持していた携帯電話がなくなっていた。これは犯人が持ち去ったのか、川に投げ込まれたのか、この時点では不明であった。遺体発見から数時間後、すぐに捜査本部が設置され、捜査が開始されると、捜査本部はすぐに被疑者を割り出した。被疑者は、被害者と同じ高校生であった。被疑者の名前は、アキラ。彼は、湊くんとは別の高校に通っていた。アキラは身長170センチで痩せ型。T シャツに短パンを履いたその姿は、一見普通の高校生である。親同伴のもと、任意で取り調べを受けたアキラは、あまり動揺する姿は見せず、淡々と質問に答えていった。アキラは犯行を自供し、凶器のありかも明かしたため、後日、動向検分が行われた。動向検分とは、本人に犯行現場や遺棄現場を案内させ、所在地を記録することだ。この動向検分を記録した資料が逮捕状を請求する際に必要となるのだ。アキラを乗せたワンボックスカーは、彼の自宅近くのプレハブ作りの倉庫にたどり着いた。車を降りると、アキラは近くの側溝を指さした。そこにはポリ袋が隠されていた。捜査員は自分の DNA を残さぬようにエプロン、ゴム手袋、マスク、キャップ帽を身につけポリ袋を開けた。すると中から血だらけの木槌、カッターシャツ、制服のズボン、スニーカーが見つかった。それらは犯行時に使用した凶器、着用していたものだった。捜査員がちらりとアキラの顔を見ると、彼は顔色一つ変えず、あいつは殺されても仕方がないやつです。とつぶやいた。次に凶器のバットを捨てた現場に車で向かう。そして近くの河川敷に到着すると、アキラは草むらを指さした。するとそこから真っ二つに折れたバットが発見され、その表面は焼け焦げていた。アキラはライターでバットを燃やし、証拠隠滅を図ろうとしていたのだ。しかしライターの火力ではうまく燃えず、途中で諦めたようだ。そして現場からなくなっていた湊くんの携帯電話だが、アキラが持ち去っていた。警察が端末を調べるとメールの一部が削除されていた。アキラはここでも証拠隠滅を図っていた。アキラと湊くんは別々の高校に通っており、接点はなかったはず。動機は一体何だったのだろうか。実は、アキラと湊くんは事件の2日前に初めて会った間柄であった。アキラは事件の2ヶ月前に女子高生の沙織さんと知り合い恋愛相談を受けていた。その沙織さんの彼氏が湊くんであった。沙織さんと連絡を取り合ううちに次第にアキラは沙織さんに恋心を抱いた。そして彼氏がいることを知りながらアキラは交際を申し込んだ。しかし、交際は拒否された。それでもアキラは諦めきれず、沙織さんにしつこくつきまとった。困り果てた彼女は、彼氏の湊くんに相談した。すると湊くんは、いい加減にしろと、アキラに警告のメールを送った。同時に沙織さんも、もう連絡してこないでと、アキラにメールを送った。しかしアキラは、この事態を曲解した。きっと彼氏が沙織さんを束縛しているに違いない。そう思い込んだアキラは事件の2日前に湊くんを呼び出し、沙織さんを束縛するなと直接抗議した。しかしその抗議は受け入れられることはなかった。
そして事件当日の午後7時半、アキラは話があると言って湊くんを駅前に呼び出した。湊くんが到着すると彼を自転車の荷台に乗せ川の護岸に向かった。到着すると湊くんに心理テストをしないかと話した。湊くんをその場に座らせ両目を閉じるように指示した。そしてアキラは隠し持っていた木槌で湊くんの頭部を殴打した。湊くんはその場に崩れ落ち気を失った。湊くんが死んだと思ったアキラは護岸から川へと湊くんを蹴り落とした。そして立ち去ろうとした時、意識を取り戻した湊くんが川から這い上がってくるのが見えた。するとアキラは事前に草むらに隠してあった木製バットを手に取り、バットが真っ二つに折れるまで湊くんの頭部を何度も殴った。アキラはこう供述した。頭部を狙ったのは急所だから、奴が沙織さんを困らせているのが許せなかった。彼女を助けるためには奴をこの世から消すしかなかった。アキラは殺人と死体遺棄容疑で通常逮捕され、2011年2月、少年の有期刑の上限である懲役5年以上10年以下の不定期刑が言い渡された。アキラの一方的な思いから起きてしまった事件。彼は知り合ったばかりの沙織さんに恋心を抱き、恋敵である湊くんを憎みました。アキラに恋愛相談に乗ってもらっていた沙織さん。おそらく軽い気持ちで湊くんに対する不満を漏らしていたのでしょう。そしてその相談相手が彼氏を殺めるとは夢にも思っていなかったことでしょう。相談を受けたアキラは、沙織さんの彼氏はろくでもない奴だと勝手に思い込み、そんな奴から沙織さんを守ってやらなければいけないという使命感に駆られました。その使命感の根底には、自分と付き合ってほしいという欲求もあったでしょう。しかし現実は、沙織さんからは突き放され、恋敵の湊くんからは、もう付きまとうなと警告をされてしまいます。するとアキラは一方的な思いを抱えたまま暴走してしまいました。遺体の状況やアキラが発したあいつは死んでもしょうがないやつですという言葉。この言葉から湊くんを憎む気持ちがとてつもなく大きかったことと自分が引けばいいという考えが毛頭なかったことが伺えます。こうした事件は葛藤殺人といっていわゆる地上のもつれです。地上のもつれというのは親密な人間関係の間で起こることが多いとされています。ただアキラは沙織さんと知り合って2ヶ月の関係でしたが、一方的に恋心を燃やし守ってやりたいという身勝手な思いから強行に及んでしまいました。おそらくアキラは沙織さんを彼氏から解放してあげようと勝手に思っていたのでしょう。恋愛は陶酔感情です。そこが二人きりの世界であれば問題は起きないのですが、そこに第三者が割り込んでくると、そこには嫉妬、不安、恐怖感が生じ、最悪の場合、事件に発展してしまうのです。自分のものにならないなら、という気持ちから男性が女性を殺める事件はこれまでに多数起きています。ただ今回の事件は男性が男性を手にかけました。統計的に見て殺人事件は男性間で最も起こることが分かっています。そこには配偶者や恋人の獲得、競争心、意地の張り合い、メンツ、自己評価に関わるものが多いとされています。アキラが発した奴が沙織さんを困らせているのが許せなかったという言葉。おそらくアキラは沙織さんは彼氏の湊くんに言われて仕方なく自分を突き放したと思い込んでいたのではないでしょうか。アキラの勝手な思い込み、歪んだ愛によって一つの尊い命が奪われてしまったのです。最後に湊くんのご冥福をお祈りいたします。